はい、次にですね、3、4、5、6、4ヶ月乗った感想としては、最高って言ってもいいですね。意外に乗り心地がね、こうガタガタして乗り心地が悪いんじゃないかって言われがちなんですけど、全然そんなことないですね。これの前に乗ってたプラドとかはかなり柔らかくて良かったんですけど、プラドと比べるともちろん落ちますけど、そんなガタガタするようなことはないです。で、このハイエースって荷物を積んでた方が走りが安定するらしいんですよね。で、僕大体キャンプ道具積んでるんで、ちょうどいいと、キャンプする人には本当に最適な車なんじゃないかなと。で、運転するときにいつも思うんですけど、運転席がですね、もうほとんど前輪の上にあるんですよね。なんで車体がめちゃめちゃ長く感じるんですよ、運転してたら。で、この特に左の後ろをよく注意してたんですけど、左の後ろばっかり注意してたら右の前をちょっとこすってしまったっていう悲しいことがあったんですけど、しょうがないですね。だから乗り心地は全然悪くないし、で、この貨物っていうのかな、バーがちょっとこう振動でカチャ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 言うんですよ。それがちょっと、僕は別にうるさくないですけどね、ハイエースっぽいなと思うだけなんですけど、後ろもすごく広いです。子供たちが座ってももうゆっくり、シートの座り心地はもちろんプラドには負けますけど、でもそんなに悪くないですよ。ガタガタもしないし。で、後ろにもエアコンがついてて、左下はですね、シートの暖房みたいなのがついてるんですよ。そうで、乗った感想としては、乗り降りがしづらいっていうのはもちろんあるんですよね。運転席が結構高い位置にあるので、やっぱこのバーを持って、乗り込む感じになると。やってみましょうか。よいしょ。そう、こんな感じで。実際エンジンかけたら音どうなのかっていうと、これ今窓開けてる状態ですけど、窓閉めたら室内は別にそんなにうるさくはないですね。で、外から聞いても僕はもっとこうトラックみたいな音がするのかなと思ってたんですけど、全然そんなことないですね。ちょっとカラカラカラって言うんですけど、それがちょっと心地いいというか、ただあんまりね、周りに人がいるときは迷惑になるんで消した方がいいのかなと思いますけど、そう、とにかく荷物が山ほど運べて車中泊もできるし、できれば車中泊する人はこの小窓ですね。これ言うの忘れたか、網戸もつけてるんですけど、ハイエースって後ろの開閉の窓がないんですよ。で、ドアをパワースライド、自動でパワースライドにするとこの小窓はつけられないんですよ。だから僕手動にしてるんですけど、車中泊するならやっぱり換気とかすると思うんで、寝るときとかですね、小窓付き、両側小窓付きがいいんじゃないのかなと思います。で、あとキャンプ道具も結局山ほど積んでもまだ余りがあるし、このベッドキットはやっぱり入れた方がいいんじゃないのかなと思いますね。上に荷物も積めるし、寝たりもできるし、あと下はですね、どうしても真ん中がちょっとデッドスペースになりがちなんですけど、着替えとか、あとギア、テントも常時3つぐらい積んで、今日はどのテントを張ろうかなってワクワクしながらキャンプしてるんですけど、これまだまだ積めるんでですね、やっぱもう個人的にはなんでもっと早く買わなかったんだって思ったりするぐらいとてもいい車です。で、やっぱりもう一個あるのは維持費がめちゃくちゃ安いんですよ。これ貨物なんで、まず自動車税がすごく安い、1万ちょっとぐらいですかね。と僕これディーゼルなんで、燃料も軽油なんでやっぱ安い。
で前のプラドは一番悪い時で燃費が 4.8 まで落ちてたんですけど、これ今、高速とかも一応乗ったりはするんですけど、今リッター10は走ってくれるんで、すごいありがたいですね。でここに止まることもできるんで、言えば乗れば乗るほど儲かる車って勝手に言ってるんですけど、はい、素晴らしいって言っていいんじゃないですかね。燃費はいいし、ただ一つ気になるのが、やっぱりプラドとかと比べるとこのドアが軽いんですよね。やっぱプラドとかもっと重たい、ボディがやっぱ強いっていうのかな、重たいんで安全性のところがどうなのかなっていうのはちょっと心配は正直ちょっとあります。よく正面衝突したらね、足がなくなったみたいな話聞いたりするんですけど、とにかく安全運転で乗らないとボディはそんなに強くないような気がしますね。ただ6型になってすごい安全装置が充実して良くなったっても言われてはいるんですけど良くなったとも言われてはいるんですけどね。走ってる時もですね、はみ出したりしたら警報を鳴らしたり、速度がちょっと高い、速度が速い状況で前に近づくと警報も鳴るんで、いろんな安全装置はついてるのかなと思いますね。でパーツをいろいろシルバー、なんていうんですか、鏡っていうかシルバーのパーツをブラックに変える人もいるんですけど、僕結構このシルバーが気に入っててですね、いや本当にちょっとオフロードっぽい感じの、ハイエースにしたいなと思ってたんで、この TRD のタイヤカバーとかもつけたんですけど、すごい良かったなと思ってますね。あんまり同じようなハイエース見たことがないので、自分としてはもう大変気に入ってますね。だからこれを今悩んでるのはもうカーテンにするのか、このままこのシェードを使うのかですごい迷ってますけど、カーテンめっちゃ高いからですね、黒なんですけど、なんか雰囲気が良くないなとか思ったりしてるんですけど、特にこれ以上リフトアップも僕してませんし、2メートル超えるようなリフトアップした時に駐車場に入らなくなったりすると、もう本当生活に支障が出るんで、このままの車高で行こうと思ってますけど、でリアを締めるときは結構硬いですね。力はかなりいります。で車中泊してる時とかによく今の時期だと虫が中にバーッと入ってくることあると思うんですけど、入っちゃったら大体天井についてますけど、外にヘッドライトとかを向けると中にいた虫が全部外にバンって出てきますんで、どっか外でライトを焚いてから閉めるとかすると中の虫が出ていきやすいっていうのはありますね。あとは荷物を出し入れ夜するときに電気をつけないっていうことぐらいかな。はい、かなりざっとキャンプ中に紹介してみましたけど、何かこれから買おうかなとか今すでに持っているっていう方のですね、参考になれば嬉しいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。